皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。今日は、ラジコン飛行機を飛ばそう。第26回。ラジコンの操縦中に、体を動かすべきではない。を、お送りします。さて、皆さんは、自分がラジコン飛行機を飛ばしている姿を、客観的に見たことがありますか？せっかくなので、ラジコン飛行機を飛ばしている人の映像を見てみましょう。さて、一般的に、ラジコン飛行機を飛ばす際には、首と目を使って機体を追って、体は動かすべきではない、らしいです。F3A の人たちが言うので間違いないでしょう。実際、スタントでもアクロでも、上手い人ほど体は止まっています。皆さんは、自分が操縦中の体の姿勢や動きを意識したことがありますか？機体を操作する際に、体や腕をくねくねと動かすと、指の動きに影響が出ます。また、コントローラー自体を動かしてしまうと、指以外の動きも必然的に発生してしまいます。また、機体がどういった位置を飛んでいるかを、体と首の位置関係で判断する際に、体が動いていると判断が狂ってしまいます。つまり、ラジコン飛行機を安定させるには、まずは、自身の体を安定させるべし、ということです。さて、ここで一つ、微妙なお話をしましょう。ラジコンの本とかに書いてある、機体の向きに合わせてコントローラーを動かすと楽、みたいな教えがあります。曰く、機体と対面になった際に、操作を逆にしてしまうことを防ぐ、らしいです。これは、正直、あまりお勧めできません。一つ目の理由は、結局、体を動かさない練習をする羽目になるので、明らかに回り道になるからです。意識して体を動かす練習をした後に、今度は動くなというのは、あまりにも遠回りです。二つ目の理由は、操作を覚える工程で、明らかにマイナスの効果があるからです。対面の操作で操作を逆にしてしまうのは、飛行機を後ろから見るイメージで操作してしまうのが原因です。映像の人間がふざけて飛行機の向きとコントローラーの向きを合わせる操作を始めましたが、気にしないでください。まずは移動先を目視して、そこへ飛行機を導くイメージが大切です。自分が常に飛行機の前に立ち、紐で飛行機を引っ張るようなイメージです。つまり、常に自分が先回りをして、それを飛行機で追いかけるイメージです。が、コントローラーを飛行機と同じ方向へ向ける練習をしてしまうと、飛行機を後ろから追いかける状態で、イメージが固定されてしまい、一向に抜け出せない状態になります。ちなみに、ついつい体が動いてしまう、というのは、最初の間は気にする必要はないと思います。意識してまで体を動かすのはやめましょう。程度の話だと思ってください。それでは、今日はこの辺りまでとしましょう。次回はまた、着陸の話題にしたいと考えています。それでは、高評価とチャンネル登録をお願いします。では、また。